ナレーションや原稿読み、水族館は間違っているって思っていませんか？皆さんこんにちは、五戸美希です。この動画を最後まで見るとこうなれます。ナレーションや原稿読みで文字通りに正しく読むことで綺麗に聞こえるという勘違いをなくせます。ナレーションや原稿読みで頑張って話している感をなくして、プロのクオリティに引き上げる方法がわかります。ナレーションに必要な日本語学の入門になります。まず結論です。水族館の読み方は水族館と水族館の2つあります。水族館って読むのは間違いではありません。ナレーションの内容によっては水族館って読んだ方が自然に聞こえるケースもありますね。詳しくお伝えします。次の単語、どちらが自然に聞こえるでしょうか？女王、女王、愛想、愛想、体育、体育、委員会、委員会、雰囲気、雰囲気。はい、それぞれ一つ目の発音が自然に聞こえて、二つ目の発音に違和感があるかもしれないですね。で、この一つ目の発音というのはよく言葉の乱れとして指摘されるものですけれども、言語学の世界ですと乱れているとか、どっちが正しくてどっちが間違ってるっていった価値判断はしませんので、中立的な揺れという用語を使いますね。これらは音声の揺れです。で、日本語は書き言葉と話し言葉が離れてますよという話をこのチャンネルでもよくしていますけれども、書き言葉、つまりかな表記としての正解は一つですね。水族館を何て読みますかという漢字のテストがあったとして、水族館って書いたら×になる可能性高いですね。水族館と書いた方がいい。でもこれは表記の問題ですね。話し言葉、つまり音声コミュニケーションにおける実際の発音、これは表記と異なる発音が現れるということがまあまああります。ではなぜ水族館という揺れが起きるのでしょうか？水族館はなぜ水族館と発音することがあるのかと言いますと、これは日本語の特性ですね。くの後に下行音が来ると発音をスムーズにするために、小さいつ、促音と言いますけれども、この小さいつに変化をしやすい。だからですね。これくの後に下行が来る単語たくさんあります。例えば学校、脚光、昨今、職権、もう他にもたくさんありますね。で、学校、脚光、昨今、職権っていうのは学校、脚光とは読まない、揺れがない単語ですね。辞書で学校を引いても学校は出てこない、学校が出てくるという単語です。こういったふうにくの後に下行音が来ると小さいつに変化をしやすい。だから水族館が水族館と発音される。これ自然な現象ですね。で、水族館の場合は水族館と発音する方もいるので、発音が2個ある。つまり揺れが生じているということですね。次はなぜ揺れの方の発音で原稿を読んでもいいのかについてです。NHK 放送文化研究所放送用語委員会が水族館の読み方について正式に議論をして結論を報告したという情報があります。ここで水族館も放送で許容する、つまり NHK の放送で水族館と言ってもいいですよと発表されているんですね。アンケートでも水族館と読む方が一定数いることが分かっています。ちなみにこの時のアンケート、水族館と読む方が多数派だったんですけれども、アンケートって規範意識が強く働く、その文字通り正しく言わなきゃという意識になるものなので、かな表記と違う発音って意識されにくいですね。実際には水族館って普段の会話では言っている。でもアンケートになると水族館と読みますっていう風に書いてしまうという方は結構います。それ置いといて、ここまでの話を原稿読みの話に落とし込んでいきますね。ドキュメンタリーとかニュースで固く読みたいときは水族館。日常会話に近いナレーションとかテンポ感を重視する番組であれば水族館でナレーション読みをするのがおすすめです。はい。で、ここまでの簡単なまとめとしては、日本語のかな文字、ひらがな、カタカナというのは
音を記号化した表音文字というふうに表現されますけれども、実際の発音というのはかなの表記通りではないということが結構ありますね。次は他の揺れがある単語についてです。水族館を NHK の放送で使ってもいいですよって発表されたのと同じタイミングで、洗濯機を洗濯機、進学校を進学校っていうふうに読むことが同時に許容されています。ではですね、小さいつ、即音以外の揺れについて見ていきたいと思います。今日の動画の最初の方で出しました例ですね。女王、愛想、体育、委員会、雰囲気、揺れがあるとお伝えしましたこの単語、こちらについては NHK 放送文化研究所が揺れの音声を許容すると発表したものはありません。なので NHK に出演する方はかな通りの発音を意識した方が安心ですね。で NHK 以外であればどちらでもいいということで、どちらが自然に聞こえるのか、どちらがコンテンツ、その番組に合っているのかという判断をすることになりますね。で、これは自分で決められないこともあります。クライアントの意向だったり、局側の方針だったり、上司の考えとかね、こういったことがありますので、随時確認ということになりますね。最後に私から一番お伝えしたいことです。アナウンサーとか声優とかナレーター、こういったお仕事ってある程度経験を積むと後輩を指導する立場になりますね。そうなった時に女王なんて間違ってる、女王と言いなさいとか、雰囲気なんて言葉はありませんとか言い切ったりしない方がいいですよっていうのが私が今回の動画で一番お伝えしたいことですね。迷った時は思い出していただきたいです。かな表記というのは発音を正確に写し取るものではないということですね。言葉は変化するものですから、新旧の言葉が併用される段階というのがあります。これが揺れですね。で、原稿読みをする、ナレーションをするという時は正しいのか間違っているかという判断ではなくてですね、その番組、そのコンテンツにどちらが合っているのか、聞き手にとって自然なのか不自然なのか、こういった判断基準で考えるのがおすすめです。最後に補足です。今日のお話、原稿読みについてのおすすめは私の考えですね。日本語学の基礎はこちらが参考文献です。新ここから始まる日本語学、ぜひお読みください。このへみきのスピーチトレーニングはメルマガ、個別レッスン、動画教材、オンラインサロンもあります。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。